안녕하세요 여러분들. 이제 오늘은 치쿠린을 만나러 가볼 건데, 이제 치쿠린이 평소에 어떤 식으로 철권을 하는지, 그리고 어떤 식으로 철권 연습을 하는지 이제 한번 촬영을 하러 가볼 거고, 이제 여러분들도 이제 치쿠린 팬들이 많은데 한국에도 이제 평소에 물어보고 싶었던 점들을 이제 질문을 모아가지고 한번 물어보는 시간을 한번 가져보도록 할 텐데, 치쿠린이 나가사키에 살고 있는데 나가사키가 엄청 멀거든요. 제가 도쿄에 살고 있는데 도쿄에서 한 1200km 정도 떨어져 있어요. 1200km면은 서울에서 부산까지 두 번 왕복할 수 있는 거리를 한 번 편도로 이동을 해야 되는데, 지금 치쿠린네 집에 가기 위해서 공항에 와 있습니다. 치쿠린 만나러 비행기를 탈 건데 아마 1시간 반에서 2시간 정도 걸릴 것 같은데, 연말에 제가 이제 비행기 마일리지도 좀 남고 그러다 보니까 이런 컨텐츠를 하게 되었습니다. 이렇게 치쿠린이 혼자 사는 집인데, 이제 옛날에 철권 7 때는 이제 다 플스였는데 지금은 이제 플스5가 많이 없으니까 플스5는 한두 대 정도만 놓고 나머지는 PC로 스팀으로 평소에 사람들이 와서 연습을 한다고 합니다. 그리고 이제 사람들끼리 연습을 할 때는 이렇게 칠판에다가 라운드 같은 것도 좀 쓰면서 사람들이랑 연습을 하고 있다고 합니다. 이게 컨트롤러 없는 사람들은 여기서 컨트롤러 빌려가지고 대전을 하는 경우도 있고. KDF ファン。 KDF 最近名前変わったんだよね。だから、それで DNF に変わった。あ、そうなんだ。それでみんなあれか、これはいつもどこに飾ってる？このホワイトボードのところにここに置いてる。 항상 여기에다가 전시하고 있다고 합니다. KDF. この3人の強さの力をもらってそう。毎日鉄拳を頑張ってます. 結構有料ですね。 그리고 이제 치쿠린이 만화를 좋아하니까 특히 드래곤볼 팬이거든요. 드래곤볼은 뭐 알을게. ドラゴンボールもある。 드래곤볼 전화 소장 중입니다. 그 다음에 꼬레와 난다. これがヒロアカ。 아, 히로아카가. 推しの子。ワンパンマン。 오시노코 최애아이 ワンパンマン。 원빵마 ワンパンマン 全部読んだ？読んだ読んだ。俺も家に場所あればワンピース全部買いたいんだけど、ワンピース。なんか家狭いと邪魔なんだよね。ワンピースも全部ある。俺もワンピースはすごいオタクだから。たまに漫画買ってるとどこまで持ってるかわからなくてさ、ここ18、18、19、19なんか。おー、すげえ。結構みんなね、ちょっと買いたいなって思ってる人は多いけど、実際買う人ってあんまりいないよね。家の場所とか。電子なくて書がもあるし、 3ヶ月のプリングルス。そう。どの大会だったっけこれ？これね、この前の佐賀であったイベントで、ケイスあケ君のご作家。この2週間前ぐらいのやつだから。あれで買ってもらったやつ。そうそう、3ヶ月分。計算はどうなってるんだ ?3 ヶ月って1日1個そう、1日1個の計算だで90個。最高です。最高ですね。ありがとうございます。これ鉄拳やりながら、でも結構汚れるわこれ。ポリポリ。まあでも友達とか来てもらった時にそうそう。たくさん食べてもらえばいいし。麻雀か。麻雀は楽しいです。 일본에서는 이제 마작을 하는데, 이제 한국에서는 뭐 카드 게임이나 뭐 고스톱을 친다거나 아니면은 보드 게임을 한다거나 하는데, 이제 일본 성인 남성들은 보통 모여가지고 이제 소액 정도의 금액을 걸고 이제 마작을 하는 경우가 많기 때문에, 사람들이 이제 모여가지고 철권도 하고 할 거 없으면은 오락 느낌으로 이제 마작을 즐긴다고 합니다. 이제 지금 제가 촬영한 지금은 사람들이 없기 때문에 좀 뭔가 조용해 보일 수도 있는데, 사람들이 이제 철권하러 놀러 오면은 6명 3세트가 이제 놓여져 있기 때문에
이제 연습하는데도 문제도 없고, 만약에 뭐 사람이 더 많으면은 이제 노트북이라든지 위에 스크린이 방송하고 있는 샷건 방이라든지도 있어가지고 한 최대 한 5-6세트까지는 놓을 수 있다고 합니다. 정말 엄청난 열정이죠. でも本当にあれだよね。そのオンラインがメインになってからはすごい良かったよね。もし未だにオフラインがメインだったら東京とか都内に行くしかない.間違いない環境だろう. 여러분들이 이제 질문해 주신 거에 이제 답변을 해볼 건데, 질문을 몇 개 준비를 해봤거든요. 저희가 또 간단히 ちょっと自己紹介お願いいたします。はい、チーム樋口ユーイング所属で鉄拳のプロプレイヤーとして活動してますちくりんと言います。よろしくお願いします。1問からいきますか。おい。でパッドに変えた理由とパッドを使ってみて感じたことってあります？なんか最初のテストの段階で、バックダッシュがあんまり強くなくて、鉄拳8のシステム的に。鉄拳システム的にで横もちょっと行きづらいみたいな、投げとかホーミングでバーストも横行けないみたいなで張り付いて、基本インファイトで戦った方が強いのかなと思って、それだったらなんかそのバックダッシュとかでレバーで動かすより近距離でそのパッドはガードとかも速いんでインファイトにした方が強いんじゃないかなと思ってパッドに変えました。なるほど。なんかその山捨てとかもいらなくなって、もう近距離の殴り合いがメインになるから、それに向いてるパッドで戦ってみようかなっていう感じでパッドをメインにしました。で2つの質問です。リロイはもう使わないんですか？リロイはいや使いたいんですけど、もうちょっと中段が強くなったら使いたいなと思うんですけど、キャラは一番本当に好きなんですけどね。今大会とかで勝つのはちょっと難しいキャラなのかなと思って触ってないですね。でもなんか性能で考えるとその鉄拳7の弱大会を何回か重ねられた最後のリロイと今のちょっと強化されたリロイとの性能の差はそこまでないと思うんですけど、そこはどうですかね。個人的には前のリロイの方がやっぱり強い、なんかやりやすく自分には向いてた気がするな。やっぱ強い中段がないと自分ちょっと使いづらくてキャラが、そういうのもあるんだろうなってことですね。性能だけじゃなくて自分に向いてるかどうかも結構、むしろそれが一番なのかなっていう。確かにそうですね。で3番目の質問は、鉄拳をプレイする時間以外は主に何をしますか？アニメともそうね、ご飯食べながら見たりとか、でもやっぱ基本やっぱ家にいる時間が長いから基本は鉄拳やってる時間が長いのかなっていう。あと田舎だし、結構なんか都内に行ってなんかするよりもここでゆっくり過ごす方が多いですね。もう基本家にいる時間が長いかなという。はい、ありがとうございます。はい、鉄拳8ではリリーにこだわってるみたいなんですけど、その理由ってあります？なんか他のキャラもいろいろいじったみたいなんですけど、結局リリーばっかりですね、ほぼ。その自分が好きなキャラっていうのがまずカウンターが強いっていうのと、機動力があるキャラで、そのどっちも備えてたし、ヒート状態に行ったらそのラビットとかの強力が2択もあるんで、自分の好きな技と機動力もあるから、自分に合ってるかなと思って使っておりましたね。なるほど。なんかジンもカウンターと、機動力はそこまで強くないんですけど、前と比べて、いいところしかないんですけど、使ってない理由とかはありますか？なんかその構え、ライダーとかの使い方がうまくないといけないのと、なんかその自分が好きだったハイキックとか 4LK の膝のカウンターか、その辺が弱くなって、なんかちょっと立ち回りが自分に合ってない気がするなと思って触ってないですね。最近ランクまでクマをよくやってるみたいなんですけど、大会で使うつもりってあります？なんか最初
そうね、ここ最近クマありかなと思ってやってたんですが、クライブの方がどっちかというと、大会やりやすそうな気がするんで、クマの可能性はだいぶ低くなりましたね。クマも考えたんですけど、クライブが出て、その可能性はだいぶ低くなりましたね。わかりました。機動力重視してるし、クライブ結構機動力強いし、リーチも長いんで、次、鉄拳するときに自分が一番得意な分野と苦手な分野は何ですか？例えばっていうと、スカ角が上手とか。自分はね、スカ角もは得意じゃない。どちらかというと、そのカウンターを取るとか、中間距離でその前蹴りみたいな技でカウンターを当てるのが一番得意かなって思ってます。あとライトゥーとか暴れでライトゥーを当てるとか。当て感ですね。どっちかというと当て感のタイプかなと思ってますね。で、苦手な分野は何ですか？苦手なのはやっぱ展開早いのが苦手で、例えばファランとかなんかもう頭が追いつかないみたいなことになることが多いんで、なんかそのゆっくり戦いたり。そう早い展開になる時がすごく苦手ですね。でクライブを大会で使う予定は今のところありますか？ゴリゴリでもうクライブしかないぐらいの勢いで、リリと併用して使おうかなと思ってますね。しかもなんかそのリリの苦手なキャラがクライブいけそうな感じだし、クライブが苦手なキャラがリリいけるっていう、すごいバランスがいい感じがするんで、その相性きついキャラも結構、かぶってなくて、そこもいいところの一つである。そんな感じですね。チクリンって名前の由来が気になります。はい、これはもうかなり前なんですよね。自分の名字がね、竹っていうんですけど、当時高校の時に、林っていう友達がいて、名字の名前、なんか、その2人足したら名前チクリンになるねって言われて、でもなんか全然リングネームが何がいいかなって決まってなかったんで、もう適当にチクリンでいいかと思って決めたのが今も続いてるっていう、あんまり面白くはないんですけど最初とかも普通にユータって名前でローマ字でやってたぐらい適当だったんで。はい、最後の質問です。鉄拳を始めたきっかけを教えていただけますか？はい、当時ですね、いろんなゲームを私やっておりましたが、友達の家に鉄拳4があって、一応なんか自分ゲームセンターでちょっとだけ鉄拳2とか触ったことがあったんですがだいぶ昔です。そうで、中学ぐらいの時に友達の家に鉄拳4があって、これ俺もやったことある、ちょっとやろうよって言って、ゲーセンに行った時に鉄拳4がいや友達の家友達の家か。で4をやった時にもうね、映像がすごく綺麗で、で自分カンフー映画がすごく好きだったんで、そもそも格闘技が好きというかで、ジャッキー・チェンさんが好きで、もうレイ・ウロンもろにで、マードックがボブ・ザップで、ブルース・リーがマーシャル・ローか。うわ、めちゃくちゃその格闘技が好きな自分にはもう映像も綺麗だし、動きもリアルだし、普段から中国系の映画も見てるし、その動きがまんまできるじゃんみたいな、っていうのに感動してからやり始めて、もうハマり始めて今までずっとやってますね。その友達と今は連絡とか取ったりは？全く取ってません6BR ぐらいまではね、別に揉めたわけじゃなくて、普通に年を取ってっていう。確かになんか、なるほど。多分その友達に感謝のメッセージを鉄拳教えてくれてありがとう。君も続けてたらプロ慣れてたと思うんですけどね。自分より強かったしね。ありがたいですね、その友達にはかなり。もう感謝してもしきれないですよ。はい、ありがとうございます。で、やっぱりチクリンといえば努力っていう代名詞があって、韓国からもすごい人気なんですけど、その韓国のファンたちのちょっとメッセージも一言お願いしてよろしいですか？ありがとうございます。努力というか、自分はもうね、まず鉄拳がただ好きで長時間プレイできるって感じで、好きだからできるっていうのがやっぱあるんですよね。で、こんなになんか昔から結構応援していただいて本当にありがとうございます。自分は本当に韓国の方も好きですし、韓国も大好きなので定期的に練習とか行ったりするんですけど、そんな大好きな韓国の皆さんに応援していただいて本当に嬉しく思います。で、
もっといいプレーを皆さんに今後見せれるように今後も頑張っていきますのでよろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。